こんにちは、みやです。私は普段ヘアメイクの専門学校に通いながらいろいろな現場でアシスタントをさせてもらってます。今日は男装メイクにチャレンジしました。ではどうぞ。最初に使ったのがセザンヌのヒステカリ防止下地のライトブルーです。で、これはテカりやすい場所に塗るんですけど、色がピンクと2種類あって、で今回ちょっと男装ということで、あんまり血色感を出したくなかったので、あえてライトブルーを使いました。次に使ったのがセザンヌのストレッチコンシーラーのオレンジ系です。これは私結構クマがひどいんで、ファンデーションする前に最初に仕込んで仕込んでおいて、で、また後でコンシーラーするんですけど、その前段階として、よりクマを消せるように仕込んでおきます。次に使ったのがレブロンのカラーステイメイクアップファンデーションの150番です。このファンデーションは結構薄付きで伸びがいいんで、やっぱり男装メイクってあんまりメイクしてる感が出ない方がいいと思うんで、このファンデーションだとナチュラルに仕上がるので使ってます。次に使ったのがカリプソのマジックコンシーラーピンクベージュです。でこのコンシーラーでクマとかニキビ跡とか気になるところを隠していきます。最初に使ったコンシーラーは、オレンジ系の色味で、例えば眉毛の剃った跡とかちょっと青みがかってるところに塗ると結構その青みを消してくれるんで、そういう意味で使ってたんですけど、次のコンシーラーはどっちかっていうとファンデーションの色に近い感じで、シミとかだったり青み系以外のところを消すっていう意味で使いました。次に使ったのがレブロンのカラーステイプレストパウダー M です。これを使った理由なんですけど、ファンデーションこれを使わなくてもナチュラルめには仕上がるんですけど、個人的にやっぱりそのコンシーラーとか塗っちゃうとちょっとベタつきが気になるので、そういうのが気になる人はこういうパウダーを重ねたら、崩れにくくもなるんでおすすめです。次に使ったのがセザンヌのフェイスコントロールカラーの4番マットブラウンです。これでノーズシャドウを入れていきます。入れ方のポイントとしては、結構男の人ってなんか尾弓骨、ここの骨が結構出てるイメージがあるので、それも目立たせたいのでノーズシャドウを入れて、で、ブラシで軽く押したら眼球の上ってちょっとへこむ部分があるんですけど、そこに同じ色を入れていきます。さっきノーズシャドウに使ったセザンヌフェイスコントロールカラーを使ってシェーディングを入れた理由なんですけど、まず小顔効果はもちろんなんですけど、男装ということでチークピンクとか赤だったりとかそういう色のチークは使わないので、その代わりにシャープに見せるために頬骨のとこと、あと顎のラインと、あとこの生え際をちょっと薄めに全体的に入れました。次に使ったのがメイベリンのヌードパレットの01番と、あとケイトのブラウンアイシャドウアイズのブラウンの6番です。先にこっちの方を使って目を強調させると、先にメイベリンのアイシャドウを使って、その女の子のメイクのようにアイシャドウを塗るっていう感じではなくて、涙袋を強調させたりとか、あとこっちのケイトのアイシャドウを使ってこの二重のラインをちょっと強調したりとかっていう風にして使いました。次に使ったのがケイトのデザイニングアイブロウのライトブラウン系と、キスミーヘビーローテーションのナチュラルブラウンのアイブロウマスカラと、あとケイトのダブルラインエキスパートの極薄ブラウンを使いました。今私地毛は金髪なんですけど、この後かぶるウィッグの色に合わせて一番暗い色を使って眉毛を描きました。で、あとそれに合わせてアイブロウマスカラをして、であと結構男装の時は眉頭とノーズシャドウをつなげるぐらいの感じで、結構眉と眉の間を狭めに描くので、毛が足りないところはケイトのダブルラインエキスパートで毛を足して描いてます。次がハイライトを入れたんですけど、さっき使ったこのメイベリンのパレットの
一番白くてちょっとだけラメが入ったやつになります。でこれを鼻筋と涙袋にも少しだけ入れて、眉下にも入れて眉を強調してます。次に使ったのが、ケイトのレアフィットジェルペンシルのブラックです。これは上の粘膜とあとまつげの間を埋めるのに使ったのと、目尻3分の1を薄めに引いて、あとブラシでぼかしてナチュラルな感じにしました。で、これ入れることによって、普通にアイライン引いちゃうと女の子っぽさが出ると思うんですけど、この内側にしか引いてないですけど、これを内側に引くことによって結構目の化粧してる感を出さずに目を大きく強調して見せることができるのでおすすめです。次に使ったのがこのニベアのシェアレッドっていう色味のリップです。リップはそんな派手なやつじゃなかったら自分の好みの色のものを持ってるものとかで使ってもらっても大丈夫なんですけど、これ結構ナチュラルな感じで、男装以外にも全然普段使いできるんですけど、ナチュラルに血色感を出してくれるので使いやすいです。メイク完成しました。今日は男装メイクということだったんですけど、ポイントとしては、メイクをするっていうよりかはこの目元を強調させるとか眉毛を強調させるとか、メイクするっていうことにあんまり意識を置かないことです。そうすると、結構ナチュラルな仕上がりになって、普段でも全然これで街中歩けるっていうぐらいに多分なると思うので、あとは今回ウィッグをかぶったんですけど、ウィッグって結構いろんな色があるし長さもいろいろあるんで、この男装に限らず普段自分がやったことコスプレではないけど違った自分になれるっていうのがすごいいいところだと思うので、今回はちょっと男装ということでやったんで、よかったらチャレンジしてみてください。私はインスタグラムもやってます。でインスタでは普段のメイクだったり、あとピアスとか柄シャツとか自分の好きなものを詰め込んでるので、ぜひよかったらフォローしてチェックしてみてください。かわいいパティーンでは他にも私の動画がいくつか上がっています。かわいいパティーンでは他にも私の動画がいくつか上がっています。もしこんなメイクしてほしいなとかちょっと気になることとかあったらぜひコメントください。かわいいパティーンでは他にも私の動画がいくつか上がっています。ぜひチャンネル登録して、もしこういうメイクしてほしいとか気になることとかがあったらぜひコメント欄にいっぱい書いてください。待ってます。以上、みやでした。